皆さんこんばんは、ミックです。今週も1週間皆さんいかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、今週はいろんなお仕事の締め切りがギュッと詰まった1週間で、休日も返上してもうずっと編集したり撮影したりっていうのを繰り返してきました。でやっと2日前から今週の動画をね撮り始めれるということで、いろいろ撮影しながら過ごしてきたんですけれども、今週はそんなバタバタな毎日を過ごしながらも、街中でツリーを見かけるようになったりとか、クリスマスソングが流れていたりとか、忙しいながらもワクワクした日常を過ごしています。で今週の動画では毎年恒例のクリスマスリースを作っていきたいなと思っています。私クリスマスのリース作るのが大好きで、去年もそして一昨年もクリスマスリース作っていったんですけれども、保管してる去年のをこのお家で飾って使うのもいいと思うんですが、それはね彼と住んでるお家の方に飾って、このお家に今年のクリスマスリースを飾っていきたいと思います。毎年クリスマスリースを作る過程を Vlog にて発信してると思うんですが、今回はリースの材料からご紹介しつつ、私がいつもどんな風にリースを作っているのかっていうのを皆さんにシェアしていきたいと思います。
では私が今年のクリスマスリースを作るために買ってきたものを皆さんにご紹介していきたいと思います。いつもクリスマスリースを作るときはこちらハンズで大体の材料を揃えています。まずはね、このリースの土台 L サイズですね。この大きめのリースの土台を使って作っていきます。そしてこの土台につけていくのがこちらの氷室杉です。これをですねちっちゃくカットしてこのリースにつけていきます。あとこれは松ぼっくりとか、あとはちっちゃな木の実とかいろんなものが入ったアソートセットですね。そして他には赤い木の実みたいなものとか、今年のクリスマスリースのテーマを皆さんにお伝えするの忘れてました。今年のテーマは子ネズミたちのクリスマスリースです。はい、ちょっとね意味がわからないと思うんですけど、後でねなんで子ネズミなのかっていうのがわかるのでちょっとお待ちください。子ネズミがテーマということでこちら、シトラスポプリも買いました。あとはネズミの村とかにありそうな小さな花のドライフラワー、そして小さなリンゴも買いました。あとはリボン。ハンズではリースの土台となる部分だったりとかドライフラワーとかそういうものを購入しました。そして次、こちらザラホームでもクリスマスリースの飾り購入しました。このザラホームのオンラインをパトロールしてる時に子ネズミのクリスマスリースを思いついたというわけです。ちょっと可愛いもの見つけちゃったんですよ。まずはこちら、これはリースとは関係ないんですけどクリスマスツリーの足元に置くマットですね。こちら買いました。今期のねザラホームすごく可愛くて、このネズミのウールでできたオーナメント、これを見つけてしまって、これをこういう感じでリースにつけていったら可愛いんじゃないかと思って、今年のねクリスマスリースのテーマが確定しました。これもベルを持ってるネズミさんですね。ちょっとこれは大きすぎるかな。でもこれをこういう風にやっても可愛いかも。それかこうか。そしてこちらのバレリーナ風のネズミさん、あとこちら大きな鈴を抱えたネズミさんです。はい、この4体買いました。これはねリースにつけきれなかったら普通にクリスマスツリーにも飾りたいと思います。でさっきのネズミのオーナメントをベースに、あとはウールでできたホットココアのオーナメント、あとこちら太鼓、ウールのスノーブーツも買いました。こちらもオーナメントです。であとネズミのクリスマスリースがテーマなので木の実を思わせる飾り、あとはこちらクリスマスのお家のオーナメントですね。これ電池入れるとこの家の中がライトで光るんですけど、このリースをねちょっとした子ネズミの街みたくしたいのでこの辺につけてライトで光るようにしたいなと思って買ったんですけど、であとは陶器でできた小さなお家のオーナメントですね。あとはこちら陶器のねクリスマスらしい小さなオーナメント、なのでいっぱいねつけていきたいと思うんですけど、そんな感じでザラホームは以上で、あとはこちらフライングタイガーでもいくつか飾りを購入してきました。こういう小さなツリーの飾り、これもこのツリーの周りに飾り付けていくと子ネズミの村みたいな演出ができるんじゃないかなと思ってこんな感じでいくつか買ってきました。あとは小さなオーナメントです。これも隙間を埋めるのに役立つので使えるかなと思います。ピンク系の小さなオーナメントです。あとこれツリーに巻きつけるこのライトみたいな感じのリボンですね。リボン。あとはウールでできた小さなスノーマン。あとこれはリースに関係ないんですけどツリーに飾ろうと思って買ったドーナツのオーナメント、クロワッサンのオーナメントです。はい、そういう感じです。いろいろと材料を揃えて皆さんにざっとご紹介したんですけど、私はいつもリースを作る時にざっくりとしたテーマを決めて、それに合ったものを集めていくっていう作業をよくしています。なのであらかじめ絵に描いてここにはこれをつけるっていう風に考えて作ってるわけではなくって、街中とかあとはネットで見つけた可愛いものをこのリースに貼っていくっていうようなそんなイメージです。はい、準備できました。今から飾り付けていこうと思うんですけど、クリスマスリースを作るときはこのテーブルセッティングもね、ちょっとこだわるとよりリース作りが楽しくなるのでおすすめです。トレイとかにオーナメント入れたり、ガラスのボールを使ったり、装飾もねまとめたりとか、あとカゴの中に木の実入れたりとか、スノードームをつけたり、あとはこの後ねろうそくつけたりとかしてクリスマスのムード満載で作るとより可愛く仕上がるんじゃないかなと個人的には思ってます。でそして、このリース作りなんですけれども、こちらのグルーガンを使って作っていくので、こういう感じでろうを温めて貼り付けていくと、このろうがですね結構こういうテーブルクロスとかにちょっとついちゃったりとかします。なのでできればこのリースの下にはこういう工作マットを引いたりするのがおすすめです。とにかくクリスマスリース作りは楽しむのが一番なので、失敗を恐れず
可愛いものができるようにワクワクしながら作っていきたいと思います。それでは始めていきましょう。There is no place I'd rather be than right here next to you. And I truly love to talk about your lovers, old and new. You never spare me details as you confide in me. I smile and give advice, but cannot tell you how I feel. How easy it would be to fall for you, but that of course is something I won't do. 'Cause we've agreed between you and me, we're nothing more than friends. How silly it would be to put this friendship to an end. How crazy that would be, yet here I am, falling in love again. Stupid I would be to still have faith, to never stop believing that one day, when time is right and stars align, our views would coincide. We'll see the world in color, though they say that love is blind. How stupid that would be, indeed, that's true. And still I'm waiting for you. I am forever waiting for you.
始まりました最近同様ラジオ第17回今週もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このラジオは私がこの家にアトリエを持って、そして私たち夫婦が半別居生活になったということで、私たち夫婦の今をお届けするそんなラジオとなっています。はい、はい、最近同様という話をしていくラジオです。はい、謎に気合が入っている私たちですが、はい、なんとですね、はい、私たちのこのラジオにプロモーションが来ました。すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。今回はしかもなんとですね、はい、みんなが一度は食べたことあるんじゃないかというあの有名な雪見大福さんとのタイアップです。すごいロッテさんありがとうございます。ありがとうございます。はい、なのでね、今回のラジオここに雪見大福のキャラクターのうさぎちゃんと、そして私たちは気合を入れて雪見大福風の服を着ております。はい、すごいね、本当にびっくりした。本当にね、ラジオごっこをさしてまさか本当になんかどんどんラジオらしくなっていくなんて。スポンサードバイ雪見大福。はい、すごい成長しましたね。やっぱり継続は力なりということ。はい、で私たちはね今回こちらの雪見大福を食べながらラジオをしていきたいと思います。はい、はい、じゃあ食べてみましょうか。まあもう冬といえば雪見大福じゃないですか。そうですね。はい、私たちめちゃくちゃ雪見大福食べるよね。うん、なんか家にファミリーパックあるもんね。ファミリーパックある。あるよね。じゃあ開けます。じゃーん。これさ、雪見大福ここにさお手紙入ってるの可愛いよね。そうなんですよ。ね私さこれ読みながら食べちゃうんだけどいつも、うん、このね皆様へっていうこちら読んでみたいと思います。いつも雪見大福を食べてくださりありがとうございます。突然ですが雪見大福が丸い理由ご存知ですか？毎日一生懸命生きている中で心がトゲトゲになってしまったり疲れてヘロヘロになってしまうこともあるかと思います。そんな時ゆったり雪見大福を食べていただいて皆様の心が丸くなってくれたらいいな。雪見大福の丸い形はそんな思いも込めています。雪見うさぎよりということで、知ってましたか皆さん。ということで、はい、今週のラジオが皆さんのトゲトゲモヤモヤしてしまったエピソードをいただいて雪見大福を食べながら心をまん丸にしていこう、そんなラジオ会になっています。はい、じゃあ食べてみましょう。ではいただきます。じゃーん。じゃあ私も、はい、じゃあ真ん中さしてね、はい、こう持っていただいて乾杯。乾杯。乾杯おいしい。いやもう子供の時から何度食べたか本当そういうアイスだよね。うん、なんかこのさバニラとさ美味しいんだよね、この周りのこれ、うん、しかもなんかやっぱ冬に食べたくなるよね。やっぱ形がさそう感じさせるのかな、雪の玉みたいなこのまん丸さがね。あ、そううん、美味しいです。まあもう間違いのないアイスですよ。うん、でまあそんな感じでこの雪見大福の美味しさに癒されながら今週1週間を振り返っていきたいと思います。はい。今週は忙しかったです忙しさに心がトゲトゲしましたね、まず第一に忙しくて心がトゲトゲして、なんかちょっとしたことにイライラして不機嫌になったりした。自分の余裕がなくなるとさ、やっぱ人にも優しくなれないよね。でそんな感じで、先週さ皆さんにトゲトゲモヤモヤしたエピソードを募集したんだけど、まず私たちからそんなエピソードを話していきたいと思うんですけど、モヤモヤしたエピソードを考えてきたんだけど、この1週間はね正直これといったエピソードがなかったんだけど、30年間でずっと自分の中でモヤモヤしてるものがあって、ここでね心をまん丸にしていきたいと思うんですけど、はい、私はさ、こういう体型じゃん。線が細いみたいな。そう、線が細いことがまあずっとコンプレックスだったの、で健康的な体型になりたいなと思ってもなれない自分と戦ってきたのね、でもやっぱりこう人と会う時に、この線の細さのことを、なんかこういいねっていう意味で、
細いねとか、手首がこれしかないとか、また痩せたとか食べてるとかっていう風に言ってもらうことが多いんだけど、それはさ言ってくれてる人は、なんだろういいねっていう、別に悪い意味じゃなくていい意味で言ってくれたりとか、心配とか、そういうので言ってくれてるんだけど、自分はさこの体型がさいいとは思ってない、自分の中でもっと健康的でありたいとか、もっとちゃんと肉付きが欲しいと思ってたけど無理で30年間ずっと来てるから、なんかこうなんだろうモヤモヤするんだよまあ世間的には、その痩せたいっていう人がある種羨ましいっていう気持ちもあるだろうし、痩せてていいねっていうことを褒めてるつもりで言ってるんだけど、逆に太れないっていう悩みもあるみたいな。そう太れないなんて羨ましいねって、いいじゃんって言われるんだけど、自分の中では結構コンプレックスだしさ、悩みの種であるんだけど、なんかそれをね不意に言われると毎回ちょっともやっとはするわけそうね、褒められてる感じで言われたらさありがとうございますって言うしかないけどってことよね。そうっていうのがね人生の中でのこれはモヤモヤだね。そうね、立場が変われば見える世界が変わるじゃないけど、確かにね。僕も昔はそうでした。あなたも？僕も。じゃあ一旦私のこのモヤモヤをまんまにさせていただいてもよろしいでしょうか。どうぞ。ではいただきます。はい。まん丸。じゃああなた何かありました？僕はですね、日々トゲトゲしてます。本当ですか？僕毎日のように自転車に乗って生活をしてるんですけど、今ちょっと話題ではありますけどね、自転車のルールが改正されたということで、歩行者の人と、自転車に乗る人と、車に乗る人と、いろんな立場からね意見があることなので、一概にね誰が悪いとかいうことじゃなくて、みんなでね安全な暮らしをね作っていかないといけないので、誰かが悪いってわけじゃないんですけど、僕は自転車に乗ってる身として、たまに同じ自転車に乗ってる人のやっぱりルールがやっぱりひどい。車道も走れるし歩道も走れる自転車っていう立場で、そのなんか歩道と車道を行ったり来たり、信号機の色が都合がいい時に歩道を走ったり、車道を走ったり、なんかやってるのを見ると、ちょっと待ってくれと、今ただでさえ自転車はやっぱちょっと肩身が狭いし、ちょっとね白い目で見られることも正直ありますよ、でもそれをどうにかしたいと思ってね、ルールを守りたいと思ってるんだけど、そうじゃない人がいるのは確かにそうなんですよ、調べると曖昧な部分があるから、まだルールが完全に整備されてるわけでもないし、海外みたいに自転車ロードが明確にあるわけでもないから、本当にね個々の配慮によって成り立ってるルールなので、もちろん歩行者もある種注意しないといけないし、車の人もね路駐しちゃうとかさ、やっぱ自転車を煽っちゃう人もね、中にはいるから、それは危ないなと思いながら、ただ自転車は自転車でちゃんとしようっていう、そうなんかルールをちゃんと自分で調べて安全にね過ごそうって思っちゃうんですよ。そうだよね、正義感強いから。あなたはさ正義感強いっていうか、これ以上肩身狭くなりたくないっていう、自分のためもね、自転車好きだしね。それは理想を言えばさ、ちゃんと自転車の道が整備されて、みんなねあんまり意識せずにそれぞれ楽しめるのがいいんだけど、今こういうねルールと環境なので、ちょっとでも悪いことをするのやめようって思うし、都合よくシュンシュンシュンって行くチャリを見ると、おいってトゲ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 って特にねルール改定された後で話題だからこそ、そう今やっぱりより一層ね注意してほしいし、やっぱりそういうダメな乗り方をしてる人を見ると、ちゃんとしろってちょっと思っちゃうってことね。ちゃんとしろよって、俺が肩身狭くなるだろうって、そうやってさなんか思ってさ、それでトゲトゲイライラしてる自分も嫌なんだよ。別にさ、警察でも何でもないしさその取り締まる権限もさ注意するのもそういう立場じゃないじゃん、だからもうできるだけ今穏便にチャリを乗ろうって思ったりするわけですよ。じゃああなたも食べてください。まん丸なりました。まん丸よかったよかった。そんな感じで忙しい生活で心がちょっと疲れたりとか、あとはトゲトゲしてしまった時に、さっきみたいに雪見大福を食べると美味しさで心がまん丸になるよねっていう、そういうのが雪見大福には込められています。なるほど、素晴らしい。こっからねやっぱ年末にかけて、よりみんなどんどん忙しくなって、ちょっとしたことでトゲトゲしたりとか、
まあ余裕がなくなったりね。そうそうそう、自分の体験に対してとかさ、なんか言われる時も余裕がある時はさ何も思わずさ受け流せるのに、ちょっと余裕ないとさ、なんでそんなこと言うんだろうみたいな感じでさトゲトゲしちゃうから、そういう時にお家帰って雪見大福食べると心がまん丸になるんじゃないでしょうか。はい、なので今週は心がトゲトゲしてしまったり、あとはモヤモヤしてしまったり、ちょっと疲れたなっていう、そんなエピソードを募集しました。はい、では2通ほど読んでいきたいと思います。はい、ラジオネーム雪見大福さんからのお手紙です。すごくない？だって別に来週は雪見大福のプロモーションですって言ってないよね。言ってない。これを見た時にこの方のコメントは取り上げなきゃって思っちゃったぐらい、これ雪見大福の中の人とかじゃないよねってこんなタイミングいいことあるっていうね、そんな雪見大福さんからのお手紙です。はい、ミクさん先生こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも動画を楽しく見させていただいています。自分にモヤモヤしてしまうことになるのですが、うまくコミュニケーションが取れないことです。とっさに話しかけられたりすると相槌のみで話が広げられないことが多く、いつも一人反省会をして心がモヤモヤ曇り、反省モードになってしまい、次頑張るぞと思ってもまた同じことの繰り返し、永遠の悩みになりそうです。お二人はあの時こう言うべきだったやこう言わなければよかったと後で一人反省会をされることはありますか、とのことです。あるよね。ある。なんかね、お風呂入ってシャンプーしてる時とかに私考えちゃう、なんかその結構適当な会話の時ってあるやん。そのお互いなんか時間潰しで喋ってるみたいな時とかに、なんかその時はなんか「あ、そうですよね、はいはいそうですよね」って言った後になんか家帰ったとかに「あれなんであの時あんなこと言われないかんの?」みたいな今思えば「あれ俺怒っていいよな」みたいなさ、そういう後からトゲトゲあるよね。私はなんか結構逆で、さっきもさ人から自分の体験についていい風に褒められた時に、でも自分はそのことについていいと思ってる時モヤモヤするっていうのがあるから、私が人にねここがいいよねっていう時に言った後にそれはなんかその子にとって喜ばしいコメントだったのかなって後からなんかしみじみ自分の中ではものすごくそこがいいと思って、こういうとこすごくいいよねとか、似合ってるよこれがとかさ言った後に大丈夫だったかなみたいなって確かにね、結構一人反省会しちゃう。私なんか基本人のことを褒めないっていうか、本当にいいと思わない限り褒めないのね、適当にいいねとか言わないから、だから本当にその人のことをその部分がいいって思ったんだけど、思って言うんだけど、だからこそ自分の中でその言葉にすごくプレッシャーっていうか言い方なんかミスってなかったかな。意外と否定よりも肯定の方も同じぐらい気使って褒めないといけないよね。友達と会う時もそうだし、あとインスタライブとか今サブスクでね、やってるんだけど、その時にいろいろ質問とかあとお悩みとかもらって喋った時に、自分の中ではすごくポジティブに「大丈夫だよできるよ」とかさ、そういうことを話したりした後に「大丈夫だよ」っていう言葉が逆にプレッシャーみたいな、そうだったかなとか後から考えたりする。なんかね、それを最近思ったのは、なんかリアリティショー見てて、恋愛のその時に結婚したいのにできないって相談する女の子に対して年上の女の人が「大丈夫だよ、まだまだ若いじゃん」って言った時に「私にとっての大丈夫だよは何の救いにもならないんです」って言って泣いちゃって、そういうことよなって。その年上の女性からしたらすごくポジティブな意味で「まだ全然若いよ」みたいなことを本当に悪気もなくっていうか、本当に大丈夫だよっていう意味で言ったんだけど、実際その人にとっては大丈夫じゃないんですよ。難しいねでもなんか逆に俺そこまで気遣えて話せてないかもって思ったから逆に反省できるくらいコミュニケーションってある種ちょっと怯えてもいいのかもって思った。なんか私結構人に嫌われてもいいと思ってる人生っていうか、どっちかっていうとなんか誰かに嫌われるのって当たり前だよねって思ってて、全員に好かれることなんてないからって思ってるからこそ、嫌われてもいいって思いつつも、ちゃんと自分から出す言葉は考えるようになってきてるんだよね。ちょっとずつ年代を重ねるにつれ、昔はもっとぶっきらぼうにバーンって言葉を投げた感じがしたんだけど、僕も雪見大福さんを見習って、確かに大丈夫だったかなって考えようと思いますむしろ
でもあなたはそうやって逆にさ、なんかこう言われた言葉に対して後からゆっくり考えてうって思うじゃん、それは逆を返せばさ、自分が言われたら嫌なことなわけだから、そういう意味ではこう学んでるんじゃないですか、無意識的に。そうね。でも俺も昔はこっちタイプだったよ。雪見大福さんタイプだったよ。あ、言うことに大丈夫だったかなみたいな、けどやっぱ海外に行ったからもうなんか言わなしゃあないし、言われるのももう受け入れるから、なんかもう言わないとっていうのが5年間あったから、ちょっと麻痺してる部分はある。あ、なるほどね、っていうのはあると思う。まあ大事なことだと思う。グローバルなんで。なんかちょっと今モヤモヤトゲトゲしましたじゃあ次いきます、ラジオネームお団子梅子さんからのお手紙です。なんかまとまるやん。本当ね。ミックさん、先生、こんばんは。こんばんは。こんばんは。いつも動画楽しく視聴しています。私は最近仕事のことでモヤモヤしています。もともと希望職種で内定をいただいていたのですが、入社後半年で別部署に飛ばされました。そして今年で1周年になりました。今の部署も嫌いではないのですが、人間関係が割とギスギスしており、できれば内定をいただいた部署に帰りたい気持ちが強いです。上司に相談したら人手不足を理由に却下されました。転職をしようかとも考えていますが、まだ入社2年目なのと、来月から新プロジェクトに参加することが確定しているので、無責任なことできないしな。でも私の人生だから会社のことなんて知ったこっちゃないって言ってしまえばそれまでだしと悩む日々が続いています。もしミックさんと先生だったらどうしますか、とのことです。私これ結構経験あるっていうか、同じ気持ちになったことある。あ、そっか。私も CA になりたくて航空会社に入社して、ずっと CA やってきました。でもその後にコロナが来て、でフライトが減っちゃったから本社の他の部署、事務職的な、そう経理とか営業とか、そういうところに行ったりする人が多くて、で私もそれになったの、突然上司から電話かかってきて、来月から安全課ですみたいな、言われてみたいな、それで本社勤務をしてたんだけど、その時に、やってた仕事みたいなのが安全のことだから、マニュアル通りとかルールの改定とかさ、なんかそういうお堅い部署だったわけ、で、私はちょっとこう自分の性格にちょっと合ってないかもみたいな思いながら、でしかも毎日こうなんかマニュアル読み込む日々だったのね、で特に私に回ってくる仕事はなかったわけよ、そんな CA がちょっと来たぐらいじゃできなくて、最初はね、だからずっとマニュアル読んでて、いやもうこれいよいよ苦しくなってきたと思って、で上司に相談したけど、でもうちょっと頑張ってって言われて、いやどうしようと思って、そこで、でその時に私はこう絵を描いたりとかさするのが好きだったから、昼休みの時間ご飯食べ終わったら、デスクでね絵を描いてたの。でそれをその部の部長がよく見に来てて、上手に描けるねみたいな言われて、あ、そうなんです、こういうの大好きなんですよって言って話してたの。ミックさんっていう人は絵が好きなんだなみたいな感じで、ちょっとずつこうアピールしていったら、途中でその部署が変更になったの、なんか新しい部署を作るようになったから、そこでホームページとか作ってほしい、でそのレイアウトとかそういうのを考えてほしいから、なんかそういうの好きそうだから移動してみるって言われて、移動したんだけど、だからこのね、この方は人間関係がギスギスみたいなって書いてあるんだけど、悩んでたことは近しいなと思って共感できる。転職するにはなんか無責任すぎるし、でも自分の人生だしなって思っちゃう部分もあるし、難しいよね。私は幸いにもね、安全課っていうところの部署の人間関係すごく良くて、本当によくしてもらって、で次行ったところも本当によくしてもらったから、人間関係という意味では全く悩んでなかったんだけど、そのやってることっていうのがちょっと自分の希望とやっぱ違うなと思ってたっていうのを、やっぱりこうちょっとずつアピールして見せていくしかないよなって思うんだけど。やばい、部署のことよくわかんない。部署移動とかなかったっけ？新卒もだって入りたいところ入れたし、そっか。そっからはもう部署もない、全部やれって感じだったから。そっか。でこの人がどういう職種で入ったかよね。確かにね。ある種その総合職的なポジションで入ってるんだったら、それはもう仕方ないっていうか、思うし、その部署で採用されたわけじゃないからね。厳しいこと言うと会社で採用され
るから仕方ないっていうのがあるし、どうしますかだって、あなただったらどうする？どうしますか、やめちゃうのか、今のところでさ踏ん張ってみるのか。でもやりたいことが他の会社でもできるんだったら、そっちに転職活動やるのは全然ありなんじゃない？確かにね。その会社のその部署でしか実現できないんだったらそれは戻る方法を考えるけど、別にそうじゃなければもっと可能性を広げてもいいかなとは思う。そうだね。実際だってそれでトゲトゲしちゃうんだったら、もうだって転職活動しても行かなければいいから、そうだね。そう、とりあえず自分の価値の能力として、でももしかしたらその異動を命じた上司の立場からすると、あ、この人にはこの部署は任せられないみたいな判断を下してる可能性もある。でもそれはもう自分の力で証明するしかないわけじゃん、だからそれは別の会社の同じような部署をめがけてもう一回トライしてみる。でそれができるんだったら自分の会社でもできるはずだから、そこはその自分の会社に残りたいんだったら戻れるようにできることはなんか力を証明するだけだから、あまりにも組織が大きいと、それは難しいのかもしれないけど、状況によるけど、力を試すのはいいんじゃない？別の会社とか、まだ入社2年目っていうのもあって、それでも悩まれてんだよね。なんかさ、会社によっていろいろあるよね、最初はさ、いろんな部署をさ、くる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 させる会社さんもあれば、決め打ちじゃないけど、あなたはここですみたいな、いろんな状況があるからね。よく石の上にも3年とか言うじゃん、でも3年は頑張んなきゃなって思ったりする部分もあるのかなとも思うんだけど、でもこの方がどこまでその人間関係でさ、どこまでこうひどいことを例えば言われたりとかさ、ひどいコミュニティにいるかわからないから、ちょっと無責任には言えないんだけど、でもなんかさ、自分の嫌だなとかさ、ちょっと違うなっていうところに身を置く時間ってすっごい大事なんだよね、でもこれってさ、令和の時代にはちょっとさ反する考え方なのかもしれないんだけど、ちょっと平成初期のそうなんよな。時代を生きてきたうちらは、あの時間がなんか今のこの何かあっても踏ん張れたりとか、じゃあどうやったらいい方向に変えれるかなって切り替えれる、このねいや、わかる。なんか体勢がつくんよね。そのダメなところに入っちゃった自分が耐えるみたいな、これ何の生産性はないんだけど、ただなんかちょっとだけ強くなれるっていうさ、これね、今の時代的にはそう、あんま良くないって、良くないっていうか今の時代の生き方じゃないような気がするんだけどさ、いや、わかるよな。だからこの方がね、どういう状況か私100知れてないからね、その無理に頑張れよっていうわけではないんだけど、自分の経験からすると、いやここじゃないなって思いながらいた何年間とかさ、でもやっぱり今じゃないって分かってるから動かなかったんだよね。絶対今じゃないんだよなって。でなんかこう毎日さ足が重いわけよ。わかるわ。俺もさ、出社がもうさきつすぎてさ、もう謎にさ、スポコンアニメのオープニングとか聞きながら気持ちをさ奮い立たせてさ、やるしかない、できるんだみたいなアニソン聞きながら電車乗って行ってたもん。言ってたよね。もう泣きそうになりながら行ってた。それで何かを生み出せたわけじゃないんだけど、これはほんとさ、年取ったんかなと思うけどあの時の経験があったから今があるんだって、なんか思いたくて仕方ない。わかる。そうなんですね。思いたくて仕方ないんだよね。思ったっていうよりかは、思いたい。わかるよ。その22で2年かな、24歳ぐらい、一番しんどいよな。一番しんどい、これね、あくまで想像やけど、この方が本当希望通りの部署にそのままいたとしても、何かしらしんどいこと起きてると思う。そうなんだよ。それがね、やっぱ社会の厳しいところだなって思う。いや、そう。なんかこの人はあくまで部署で言ってるけど、それは別に転職もそうで、この会社のこういうところに不満があって、転職したいですと。でも転職したら同じこともしくは違う要因の同じくらい嫌なものがやってくるんですよね。何なんだろうね、あれ。だからこれね、乗り越えるか耐えるかっていう時間は正直あるよね。25ぐらいでさこれどうしようみたいな、20やっぱ567ぐらいってやっぱ耐えの年って私は思うね。そうね、もう新人気分でもないし、かといってベテランではないけど中堅にもなりきれないぐらいの、そろそろなんか結果を求められ始めるみたいな、自分が社会にとってどういう存在なのかっていうのを、なんかよくよく考える時間ができちゃうわけ。思うよね。なんかね、これ25ぐらいで一旦自分への期待をこれからも持てるのか、それとももう自分に期待することができないって判断するのかっていう、第一のジャッジが訪れるんですよね。最初の自分への期待、そうだね、期待ジャッジが確かにあるよね。
そうだからどうしますかって書いてあるんだけど、どうしますかってかもう経験みたいな安定的には、私は耐えたね。耐えたかつ私にはこういうことができますよっていうのをちまちまアピールしていったりとか、あとはその社長の次のポジションみたいなさ、人いたりするじゃん。でその人がすごい気さくだったわけ、だからすぐ話しかけに行って、私なんかこういうことをしたいんですけど、なんかそういうプロジェクトあったら誘ってくださいとか言って、なんか売り込んでいったりとか、あとなんかこれマジさおじさんっぽくアドバイスになっちゃうんだけど元気良さとかめっちゃ大事だよねおじさんのアドバイスなんやけど、と思って聞いてほしい。例えばなんか人間関係がちょっと良くないとか、そういう時って言いたいこと分かったよ。もうね技術じゃないんよ。分かる。パッションなんよ。分かる。これがね若い子には伝わんないし、これが合ってるのかも分かんない時代的に。ただやっぱ笑顔と元気の良さと、あと声のでかさ、あと愛嬌とか、ね、愛嬌とか、もうねそれがね全てを救うんよ。分かる。上司とかもうやっぱりね、多分25歳ぐらいの子たちが笑顔でニコニコしてたら、やっぱね気持ちよくそう嬉しくなっちゃうんよ。はい、私だから本当にその CA から部署移動した時に、自分にはもう何もできないこと分かったわけ、そのパソコンもろくにいじれません、だからもうこれは感じよくいるしかもう私にはないあと教えてくださいっていう姿勢、もうこの2つしか私にできることはないから、とにかく感じよくっていう気持ちだったやばいな、年取ったな。本当に。でもそれでね、人間関係って大体はなんとかなるんよね。ちょうど僕が就活する時に、いわゆるその新入社員に求めることランキングみたいなコミュ力みたいなことを、多分ね大々的に言われ始めた年だったんだよね。多分ね、前から言われてたと思うけど、なんかすごく強調されてたわけ、その時やっぱ自分もさ尖ってるからさ、若いから、もっと血気盛んやから、いや仕事できるでなんぼやろみたいな気持ちでいるけど、社会人10年ぐらいやって、やっぱたどり着くよね。わかる。やっぱねコミュニケーション能力、でこれがさっき言ったようなやっぱ元気とか、笑顔、愛嬌。わかる。でもおじさん臭くて、もう自分でも今言ってて恥ずかしいけど、でもそれで乗り越えれる部分たくさんあるし、社会って不思議でさ、なんかそうやってわざと分かんないふりしたりとかすると、教えたくなる人ってたくさんいて、教えてくれて、でそれをちょっとずつ頑張ってる姿を見せると、あいつ部署に戻してやるかってなっちゃうんだよね。わかるよ。でもこの時代にさこんなこと言うのもおかしいんだけどさ、本当そうなんだよね。でもまだ25歳でしょ。そう、平成生まれやん。そうじゃん、だからこの気持ち分かってくれると思うよ。そうだね、そうだね。マジで朝笑顔で大きな声で改めて挨拶していく、で知っててもそうなんですかってもう一回言ってみる。でもこれね大事よな。大事だよね。だからこの新プロジェクトに参加する時も、よろしくお願いしますみたいなさ、この感じだけでさ、全然違うよね。わかるわ。すいません。本当にこんなアドバイスしかできないけど、頑張ってもらいたいなと思います。こういう風に頑張るとさ、家帰ってきてどっと疲れたりすると思うの。そんな時は雪見大福食べて、心まん丸にして頑張ってほしい。でもこの方の現状はちょっと 100% 把握できてるわけではないから、もう本当に辛くて精神的に参っちゃいそうってなってるなら、全然転職はありだと思うし、自分の希望のところに行きたいって方向転換するために頑張ることも間違いではない、だからどの道行っても結局間違いではないんだけど、ちょっと言って恥ずかしくなってしまったけど、そうだね、ちょっとでもちょっとでも参考になれば嬉しいですね。うちらが今話したことも大事な部分だと思うんだよね、令和でも頑張ってください、お団子梅子さん。こんな感じで今週のラジオは以上です。今回はね、雪見大福さんとのタイアップでこのラジオをお届けしてきました。皆さんも日々の忙しい生活の中で心がちょっと疲れたりトゲトゲしてしまったりした時は、その時にはこの心はまん丸雪見大福という言葉を思い出して、お家帰ってきてからとか、あとは休日とかお風呂上がりとか、そういう時に雪見大福をね、ぜひ食べてみてください。そして癒されて心をまん丸にしてください。
どうでしたか？初めてのタイアップ大丈夫でしょうか？まあ私たちの大好きなアイスですので嬉しかったよね。いや嬉しかった、心がまん丸になりました。いや本当にありがとうございます。そしてたくさんエピソードをくれた皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございました。まあこれから年末まで駆け抜けていきましょう。では今週の最近土曜ラジオは以上です。この動画が面白かったっていう方はグッドボタンとそしてチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。